はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は高評価なローグライクアクションゲームをピックアップしてみました。決められたマップを持たず、プレイするたびにレイアウトやステージ構成、敵や武器の配置、アップグレードする方法などが変化し、毎回違ったプレイ体験ができる中で、死んで何度もトライアンドエラーを繰り返しながらも、少しずつ成長していく喜びを感じられるのが特徴のゲームジャンル。言葉にしてみると結構まずいゲームジャンルですね。今回はそんなハマってしまうと何百何千と繰り返し遊びたくなる究極のリプレイ性を備えたローグライクアクションゲームを紹介していきます。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっています。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにムーンライター。店舗経営とダンジョン探索な 2D ローグライクアクション。主人公のウィルはリノカ村唯一のアイテムやムーンライターの店主。ダンジョンから仕入れたアイテムを売って生活していますが、いつかはダンジョンに隠された大きな謎に挑む冒険者になりたいと願っていたウィルは、ある日ダンジョンの秘密を解くためのヒントを手に入れます。こうしてヒントを頼りにダンジョンの謎を解き明かすための冒険が幕を開けます。商品の仕入れ先であるダンジョンは入るたびに地形や敵が変化するランダム生成。ダンジョンで手に入れたアイテムは自分の店で販売でき、値段も自由に決められますが、市場価格は変動するため需要と供給のバランスを判断する必要があります。また販売で稼いだ資金はお店の拡張に使えるほか、村に新たなお店を呼び込む資金にも使え、お店が増えることで村の発展だけではなく自身の成長にもつながります。シンプルなゲーム性と癒されるドットテイストで描かれるストーリー演出が魅力の作品。ムーンライターは非常に好評な日本語対応の作品です。カース・オブ・ザ・デッド・ゴッツ。不気味な古代遺跡を探索するローグライクアクション。ランダム生成されたダンジョンを進み、敵との戦闘やダンジョンで手に入れたアイテムで能力を強化しながら、財宝や新たな力を求めてダンジョン奥深くへと進んでいくストーリー。死んでしまうと最初からスタートですが、ダンジョンで入手したクレジットでゲーム展開が有利になる祝福や強力な武器をアンロックすることができます。また本作の特徴となっているのが、プレイヤーにリスクとリターンをもたらす呪いシステム。階層を進んでいったり闇属性の攻撃を受けると腐敗ゲージが蓄積され、腐敗で満たされると様々なメリットとデメリットの効果をもたらす呪いが追加されるたびにプレイスタイルを考える必要が出てくるユニークなシステムはシンプルでありながら高難易度で歯応えのあるゲーム作りになっています。カース・オブ・ザ・デッド・ゴッツは非常に好評な日本語対応の作品です。ハブはナイスです。過重ロードの新網を描いたローグライク 2D アクション。物語の主人公は死者の魂を管理する会社デスインクコーポレーテッドの創設者兼 CEO のです。人間界で好き勝手に暴れ回り次々と仕事を増やす社員の身勝手な行動を止めるために奮闘する物語が描かれます。ゲームは自動生成される社内の各部署をめぐり、社員の亡霊たちにお灸を据えていく。スピーディーな戦闘が特徴の本作は、基本武器である死神の鎌をメインに道中で拾えるランダム武器や魔法は30種類以上が登場。またプレイ後の業務成績によってアイテムや武器をアンロックすることができ、プレイスタイルに合わせていろいろな組み合わせをカスタマイズしていくやり込み要素が面白く、ダークな世界観がモチーフですが、社内のゴシップ好きな秘書や個性的な社員たちとのコミカルなやり取りなんかも楽しめる作品になっています。ハブはナイスですは非常に好評な日本語対応の作品です。ネオンアビス。ドット絵のネオンカラーが綺麗なローグライクアクション。ダンジョンに潜るたびに地形が変化するオーソドックスなローグライクゲーム。ダンジョン内でプレイヤーを強化する武器やアーティファクトをどんどん手に入れ強化して、そのダンジョンのボスに挑むといったゲーム内容。ダンジョンが進むにつれ敵の攻撃も激しくなり、ダンマークアクションのような展開にやりごたえを感じさせてくれます。また特徴的なのがペットの存在。宝箱や各キャラのクリア報酬で手に入る卵から確率で孵化し、敵にダメージを与えてくれたりアイテムを回収してくれたり頼れる存在。武器はユニークでエフェクトも派手なものが多く登場。
パッシブ効果のあるアイテムの入手機会も多いので、ローグライクアクションをカジュアルに楽しめる作品です。ネオンアビスは非常に好評な日本語対応の作品です。チルドレン・オブ・モルタ。家族の絆を描いたストーリー重視のローグライクアクション RPG。主人公は代々モルタの山の守護者として悪しき存在と戦うことを生業とし、この世界を守ってきた一族ベルグソン一家。主な登場人物は一家の構成メンバーのみで、家族の中で巻き起こる人間模様の複雑さや家族の絆に焦点を当てたストーリーが展開していきます。ストーリーを進めていくことでプレイできる家族が解放され、家族の一人一人が独自のスキルセットを持っており、遠距離攻撃、魔法、ブロック、スタン、回避など多種多様な技をアップグレードすることでキャラクターを成長させることができます。また協力プレイでは前衛と後衛のキャラで役割分担をすることができたりと、ソロプレイとは違ったバトルを楽しめます。チルドレン・オブ・モルタは非常に好評な日本語対応の作品です。ウィザード・オブ・レジェンド。伝説の魔法使いを目指すローグライクアクション。プレイヤーは伝説の魔法使いの称号を得るため、ラドーバ王国魔法評議会が開催するカオスの試練に挑み、ランダム生成されるダンジョンを進み、最下層に待ち受ける評議会のメンバー打倒を目指します。登場する魔法は100種類を超え、近距離攻撃や遠距離攻撃、炎や氷など様々な魔法の中から4つを組み合わせ戦う爽快感重視の本作。この魔法の組み合わせを考えるのが本作の醍醐味。魔法にも敵との相性があり、どの敵にどの魔法を使うかが非常に重要となってきます。全体的な派手なアクションが特徴で、魔法同士のシナジーを組み合わせたり移動を重ねた攻撃などスピーディーな展開を楽しめます。ウィザード・オブ・レジェンドは非常に好評な日本語対応の作品です。アンダーマイン。やりごたえ十分な RPG 要素のあるローグライクアクションアドベンチャー。プレイヤーは雇われ農民となって鉱山アンダーマインで頻発する地震の原因を探るため、ダンジョンの秘密を解き明かしていく物語。本作の特徴は死ぬたびに他の農民として復活し、直前で死亡した農民の装備や一部のお金を引き継ぎながら探索を繰り返すリプレイ性。レベルといったものはなく、稼いだお金で装備をアップグレードすることで攻撃力や体力が上がっていくシステム。ダンジョン内は罠や落とし穴があったり危険がいっぱい。一定の階層を進み、最下層にいるボスを倒せばダンジョンクリアとなり、他のダンジョンに挑戦できるようになります。またダンジョンを探索していると様々なキャラクターが助けを求めているので、彼らを救出することで拠点のお店が増えたりもします。ダンジョンに潜って死んで試行錯誤しながらクリアしていくゲーム。アンダーマインは非常に好評な日本語対応の作品です。20 Minutes Till Dawn。ヴァンパイアサバイバーズのような 2D ローグライクシューティング。前後左右から出現するラブクラフト系の敵を倒し、20分間生き延びるといったシンプルな内容です。ゲームは固有の能力を持ったキャラクターと武器を使って、次から次へと襲いかかる敵を無数の弾幕で蹴散らし、20分間生き延びることが目的。敵を倒しレベルアップすることでランダムに提示されたスキルの中から一つを選んでキャラクターを強化でき、スキルビルドの組み合わせによって強力な上級スキルを獲得できるので、相性のいいスキルを選ぶことが重要。またゲーム中に獲得したソウルを使ってキャラクターや武器をアンロックできるほか、ルーンと呼ばれるパッシブ能力を強化することも可能。新たな要素をアンロックしていくことで次々に戦略が広がっていき、やめ時を見失う中毒性の高いゲーム。20 Minutes Till Dawn は非常に好評な日本語対応の作品です。断説ウォームスノー。ダークファンタジーなローグライクアクション RPG。物語の舞台は竜武時代の中国。突如暖かく溶けることのない断雪ウォームスノーが舞い散り、その雪を吸った人々は正気を失い化け物へと化していきます。プレイヤーは戦士ヴィアンとなって断雪ウォームスノーに隠された謎に迫っていくといった物語。2D の見下ろし視点で展開する本作はローグライク要素が満載なゲーム。最大6つのクラスをメインに多彩な武器、装備、スキル、レリックを組み替え、様々なキャラクタービルドを楽しむことができます。
スピード感あふれるバトルと美しいグラフィックが特徴の作品。断雪ウォームスノーは非常に好評な日本語対応の作品です。ゴーイングアンダー。無給のインターンが活躍するローグライクアクション。物語の舞台はベンチャー企業として成功を収めた飲料メーカーフィズル。主人公はこの企業で無給のインターンとして採用されたジャクリーン。マーケティング希望で入社した彼女だったが、上司から与えられた仕事はオフィスの地下にあるダンジョンでモンスターを退治すること。この地下ダンジョンは事業に失敗した企業が地中深くに沈み、モンスターと化した従業員や創設者が徘徊する企業の墓場。プレイヤーは無給のインターンジャクリーンとなって、ほうきやノートパソコンなどガラクタを武器としてモンスターと戦いながらベンチャー企業の廃墟が広がるダンジョンを探索し、最深部を目指して進んでいくにつれ、フィズルやこの世界の秘密が明らかになっていきます。ゲームはブラックユーモアあふれる世界観で展開。会社の先輩からの頼み事を引き受けて仲良くなるとメンターとしてダンジョンで手助けしてくれたり、なぜか地下ダンジョンで営業しているカフェではスキルを習得することができ、それらのスキルは繰り返し使っていくことで承認され、次回のゲームスタート時から使うことが可能。繰り返し地下ダンジョンに挑み、ブラック企業の闇を暴くローグライクアクション。ゴーイングアンダーは非常に好評な日本語対応の作品です。ローグジェネシア。マップを進む RPG 要素を備えたファンタジーローグライクアクション。ヴァンパイアサバイバーズライクでありながらも、ピクセルドットと 3D グラフィックを組み合わせ、奥行きを感じさせる美しいデザインが印象的な本作。従来の弾幕アクションシューティングを踏襲しながらも、ステージマップが存在し、マス目ごとに戦闘、ショップ、宝箱などイベントマスを渡り歩いていくようなシステムが特徴。また1ステージの戦闘は数分程度と短めで、テンポよく進めるのも特徴。ストアページでは日本語サポート表記はありませんが、ライブラリーのプロパティから日本語を選択することで日本語で遊ぶことが可能です。ローグジェネシアは非常に好評な日本語対応の作品です。スペランキー2。スペランカーに影響を受けた 2D ローグライクアクション。1983年に発売された伝説のファミコンゲーム、スペランカーに強く影響を受けた作品です。余談ですが、私がファミコンで初めてプレイしたのがスペランカーでした。物語は前作で活躍した冒険家の娘アナが消息を絶った父を探して月に向かい、広大に広がる未知な世界を探索するといったストーリーが展開。ゲームはダンジョン内で獲得できる様々なアイテムを駆使しながらトラップをかいくぐって出口を目指すシンプルなゲーム内容。しかしダンジョンの構造はプレイするたびに自動生成され、アイテム配置も遊ぶたびに変わるローグライクなシステム。スペランカーがそうであるように本作も高難易度となっており、予測できないタイミングで現れる敵やトラップなどが盛りだくさん。シンプルだが難しいゲーム。スペランキー2は非常に好評な日本語対応の作品です。スカル・ザ・ヒーロースレイヤー。邪悪な人間どもから魔王様を救い出すローグライクアクション。物語の舞台はハーモニア大陸。人間と魔族との平和条約が結ばれたばかりだというのに、突如人間たちは条約を反故にし、魔王軍は人間たちの奇襲によって壊滅し、魔王は捕らえられてしまった。プレイヤーは唯一生き残った小さな骸骨兵スカルとなって人間を倒し魔王奪還を目指す物語。ゲームはランダム生成されたステージを進む横スクロールアクション。人間たちによって操られている同胞である悪魔たちと戦いながらも、各ステージに存在するボスを倒し進んでいくことになります。特徴的なのが主人公である骸骨はスカルである頭部を付け替えることで職業のようなクラスや見た目、さらには使えるスキルが変わるシステム。スカルごとに固有のコンボとスキルを持ち、自分のプレイスタイルに合ったスカルを取捨選択しながら冒険を進めていくユニークなシステムが特徴。また人間から救い出した魔女の力によって敵を倒して集めた魔石を使い、攻撃力や体力といった永続強化の成長システムを搭載。ゲームを進めていくことで現在の状況に至った人間と魔族の歴史が明らかになっていきます。スカル・ザ・ヒーロースレイヤーは非常に好評な日本語対応の作品です。セラフズ・ラストスタンド。魔法使いローグライク弾幕シューティング。
フラッシュゲームの名作ヘリアタックというゲームをベースにしたという本作は、魔法使いのおじいさんをアップグレードしながら敵を倒すローグライク要素を含んだシューティングゲーム。ゲームは至ってシンプル。ウェーブ制で進行してくる敵の攻撃を避けながら魔法を放し敵を倒していきます。ウェーブをクリアするごとにスキルを獲得でき、同じスキルは複数獲得することでアップグレードされ、重複して効果を得ることができます。また倒した敵からごく稀にオーブが出現し、オーブを集めることでキャラクターの強化や新しい装備をアンロックすることが可能。ステージが進むにつれ敵の数も多くなり、ド派手な弾幕シューティングにテンションが上がり、気がつけば夢中でプレイしてしまう作品。セラフズラストスタンドは非常に好評な日本語対応の作品です。ワンステップフロムエデン。ローグライク要素のあるデッキ構築アクション。弾幕シューティング、ハイスピードアクション、デッキ構築、ローグライクといった様々な要素が詰め込まれた独特かつ結構高難易度な作品。物語の舞台は文明が崩壊した未来世界。プレイヤーは世界に残された最後の希望エデンを目指し、各ステージを進んでいくことになります。ゲームは 4×4 のマス目の中を動き回りながら敵の弾幕をかいくぐり、キャラクターが持つ武器と2つのスロットにセットされたスペルを駆使して敵を一掃しステージを進んでいきます。ゲームを進めることで使用できるキャラクターが増え、それぞれに異なる初期デッキと武器、そして特別なパッシブ効果を持つアーティファクトを1つ所持しているので、キャラクターごとに違ったプレイ体験を楽しむことができます。エデンへの道は足を踏み入れるたびに変化し、200以上のスペルと100以上のアーティファクト、毎回異なるカードと敵に出会いながら取捨選択に頭を悩ませ、強力なビルドの構築を目指し進んでいくハイテンポアクション。ワンステップフロムエデンは非常に好評な日本語対応の作品です。シンセティックレギオンライジング。見下ろし視点で展開するローグライクシューター。ランダム生成されるステージでスリリングかつシビアな銃撃戦を楽しめる作品です。ロボット工学で世界をリードするカイダコーポレーションの AI が暴走し、ロボット軍団による人類虐殺が始まろうとしていた。プレイヤーは忘れられたプロトタイプのアンドロイドとなって人類の終焉を阻止すべくロボット軍団に立ち向かっていくことになります。見下ろし型のシューティングであるにもかかわらず、ヘッドショットが存在したり、歩きながら撃てば命中率が下がったりと FPS や TPS シューターのようなゲームシステムになっています。プレイヤーは出撃時に8つのクラスから1つを選択し、それぞれに得意な火器タイプや能力が異なるので様々なプレイスタイルが楽しめます。本作は最大2人での協力プレイにも対応。シンセティックレギオンライジングは非常に好評な日本語対応の作品です。ガンファイアーリボーン。一人称視点のローグライク FPS。モフモフ獣キャラを操作してランダム生成されたダンジョンの最深部を目指す一人称視点のローグライクシューター。アンロックで使用できるキャラクターは6種類。それぞれに個別のスキルが設定されており、同じキャラでも入手する武器によっては毎回違うビルドになったりと、豊富なキャラビルドを楽しむことができます。武器は現地調達、ランダム生成されたダンジョン、死亡すると最初からといったローグライクなシステムですが、ダンジョンで入手できるソウルエッセンスを使用して基本ステータスの底上げができるので、やればやるほどどんどん強くなっていくのが楽しい作品。本作は最大4人での協力プレイが可能です。ガンファイアーリボーンは非常に好評な日本語対応の作品です。クリプト・オブ・ネクロダンサー。ローグライクとリズムゲームが融合した新感覚のアクションゲーム。本作の最大の特徴は敵も味方も BGM のリズムに合わせてしか行動できないといったゲームシステム。画面下の左右から流れてくるバーが中心の心臓に重なるタイミングでキーを操作しなければならず、リズムに合わせてうまく動き続けることでコインを拾った時の獲得量が増えたりします。しかしリズムを外してしまうと一旦行動不能となり、敵だけが行動してくるので注意が必要です。ゲームを進めていくとリズム要素を無視して行動できるキャラや、一度でもリズムを外すと死んでしまうキャラなどがアンロックされ、キャラによって難易度を調整できるのも特徴。慣れるまで少し時間はかかるかもしれませんが、リズムを取りながら瞬時に戦況を見極め行動していく中毒性の高いローグライクアクション。
クリプト・オブ・ネクロダンサーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ノイター、死んで死んで死にまくる物理演算を用いた高難易度ローグライクアクション。魔法使いとなって世界を探索する本作は、地形や物体が1ピクセル単位で物理的にシミュレートされており、理不尽な死にも必ず理由のあるゲームシステムが特徴。ゲームはランダムで出現する杖や魔法を駆使して危険に満ちたダンジョン最深部を目指すシンプルな内容。ダンジョン内で手に入る魔法が込められた爪を拾い集め、様々な魔法の組み合わせを模索してビルドを考えるのが非常に楽しい作品。持ち越せるのは経験と知識だけ。死ねば一からやり直しの超高難易度な骨太ローグライク。ノイタは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ダウンウェル、果てしなく深い井戸を下っていく 2D ローグライクアクション。日本人の学生が一人で制作したレトロ風ラッカーアクション。シンプルなゲーム性と爽快感、赤白黒だけで描かれたドット絵が印象的な作品です。果てしなく続く暗い井戸をガンブーツと呼ばれる靴型の武器を駆使し、敵や仕掛けをかいくぐり、そこを目指して落ちていくといったシンプルなゲーム。道中ではお店やアイテムが手に入る横部屋があったり、ステージをクリアした時にはアップグレードを行え、いろいろな方法でキャラクターを強化していくことができる作品。ただ下へ下へと落ちるだけですが、ハマる人はハマる中毒性と高難易度な作品。ダウンウェルは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。エンターザガンジョン、ローグライク弾幕アクション。プレイヤーは消したい過去を持つガンジョニアとなって、最深部に眠る究極の秘宝、過去を始末できる銃の眠るガンジョンに挑む物語。潜るたびに変化するダンジョンや敵、パロディの効いた演出、200種類以上ある豊富な銃の数々は、ミサイルやレーザー、大砲はもちろん、風船が発射されたり、銃を発射する銃など、ユニークすぎでトレーラーを見ているだけでも楽しそうで、ついつい惹かれてしまうゲームですが、かなり高難易度。無敵時間のあるドッジロールやテーブルを縦代わりにしながら被弾を避けていくゲームプレイ。敵の攻撃、特にボス戦は激しい弾幕をかいくぐり続けるという手に汗握るアクションの連続。2人協力プレイでもかなり骨太な難易度。弾幕アクションに自信がある方はぜひ挑戦してみてください。エンターザーガンジョンは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。リスクオブレイン2、危険な惑星から脱出するローグライクアクション。未知の惑星に不時着したサバイバーとして、大量のモンスターやマシンが襲いかかるステージを探索し進んでいくことになります。本作の目的は個性豊かなサバイバーたちを操作してランダムで入手していくアイテムで主人公を強化し、フィールド内にあるテレポーターと呼ばれる出口を探し出し脱出を目指します。時間が経過するごとに敵が強くなっていくので、ステージをくまなく探索して強化するのか、難易度が上がる前にステージボスとの戦いに挑むのか、判断はプレイヤー次第。アイテムやキャラクターはアンロック要素となり、特定の条件を満たすことで初めてゲーム内で使用可能になるので、かなりやりごたえのある作品になっています。本作は最大4人でのマルチプレイに対応しています。リスクオブレイン2は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。デッドセル、ローグライクとメトロイドマニアを合わせ持った 2D アクション。プレイヤーは死の体を乗っ取る細胞デッドセルとなって、幾多の死を乗り越え、また新たな体を手に入れてはダンジョンに挑んでいきます。そこそこ広いマップ内はテレポーターを使って移動でき、チェックポイントごとに補充される回復アイテムをうまく使いながら、近接、遠距離、シールド、ドッジロールといったアクションを駆使してマップを突き進み待ち構えるボスを目指していきます。潜るたびに変化するダンジョン、敵の配置、何度プレイしても飽きない魅力がそこにあります。ランダムで手に入るアビリティや装備などをうまく組み合わせて戦うローグライク特有の運要素もありながらも、永久強化のあるゲームシステム、キレのあるアクション、スリルを高める BGM、バランスの取れたゲーム設計、程よい難易度など、全体的に非常にまとまりのある作品です。デッドセルは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。
ヴァンパイアサバイバーズ。ローグライク要素を持つ 2D ランマークアクション。多くの派生作品を生み出し、言い過ぎかもしれませんが、ある意味一つのゲームスタイルを確立したと言っても過言ではない本作。ゲーム内容は至ってシンプル。攻撃は自動で行い、操作は移動だけ。上下左右全方向から押し寄せる大量のモンスターを倒すことで得られるクリスタルやアイテムを回収しながら自身を強化しつつ30分間敵の猛攻を耐え切るといった内容です。プレイ中に集めたコインで新キャラクターのアンロックやパラメーターの強化を行うことができ、プレイを重ねるごとにどんどん強くなるリプレイ性が本作の特徴。気づいたら何時間も遊んでしまう中毒性の高いゲーム。ヴァンパイアサバイバーズは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ハデス。ローグライクの定番といえばこのゲーム。2D 見下ろし型でスピード感のあるアクションが魅力な作品。ギリシャ神話を題材にした本作は、冥界の王ハデスが統治する地下世界を舞台に、その息子である主人公冥界の王子ザグレウスが父への反発と冥界での生活に嫌気がさし、地下世界から地上へ脱出を目指すことになる物語。ザグレウスは剣をメインに通常攻撃と特殊攻撃を使い分け戦い、ゲームを進めることで槍や弓、盾、銃など様々な武器をアンロックしていきます。冥界は4つのエリアに分かれており、部屋にいる敵をどんどん倒し先に進んでいくゲームシステム。スキル選択やどの部屋に進むかなどその都度選ぶ楽しさがあり、各エリアの最後にはハデスが差し向けた死角であるボスも待ち受けています。ローグライク要素である死んだらアイテム、武器、スキルはロストしてしまいますが、永久に能力をアップグレードできるアイテムもあり、死んで強くなるというリプレイ性が魅力。ローグライクに興味がある方は必見のゲーム。ハデスは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、今回はハマってしまうと何百何千と繰り返し遊びたくなる究極のリプレイ性を備えた高評価なローグライクアクションゲームをピックアップしました。いかがだったでしょうか。高難易度なゲームからカジュアルに遊べるものまで、いろいろなローグライクアクションゲームがあるので、気になる方はチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。